今回のシリーズはグレバ・ヴルカヌスに続く第3の惑星フルゴラの最速攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵は着陸直後から最強設備の電磁プラントを建設するテクニックや誰もが苦戦する廃材処理を面倒な分配機のフィルター設定など仕分けを一切しない生産ラインを構築する方法など全てお見せします。今回は品質モジュールでアンコモンやレアのアイテムを量産して工場を効率化し搬送ベルトの輸送量を4倍にする裏技で毎分1万1000個もの廃材をリサイクルする工場を建設します。それでは本編スタートです。チャプター1品質モジュールでレアアイテムを生産。モジュールのモールが出来上がりましたのでまずは生産性モジュールで工場を強化します。まずリモートビューを開き E キーを押して生産性モジュール2を左クリックします。次に化学プラントにコントロールキーを押しながら左クリックをしてマウスをドラッグすると生産性モジュール2のゴーストがセットされます。このようにゴーストをセットしておくと生産性モジュールが製造されるたびに建設ロボットが運んできてくれるので便利です。ちなみにフルゴラでは氷が不足しがちです。生産性モジュールで水の生産量を増やし氷の消費を抑えるのがおすすめです。ところで生産性モジュールで氷の融解量を増やせるのは少し不思議な感じがしませんか？次は品質モジュールを使ってみます。まず電子基板工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターにチェックを入れ建設計画を作成します。次にこの建設計画を貼り付けてビーコンをクリックしもう一つ貼り付けて蓄電池をクリックします。最後に品質モジュール2を挿入すれば完成です。品質モジュール2が5枚あると高品質のアイテムが製造される確率は 10% になります。この場合アンコモンが製造される確率は 10%、 レアとなる確率は 1% です。例えばビーコンは品質がレアだと分配率が 1.9 に増強され消費電力は 320kW と省エネになります。また蓄電池の場合はレアだと蓄電容量が15メガジュールと3倍になり1つ分の設置面積で3つ分の容量を確保できます。敷地の狭いフルゴラでは効果抜群です。今回の工場ではアンコモンのビーコンが20個ほど欲しいのでインサーターの上限値を200に変更します。また蓄電池はレンジサイエンスパックの材料として後で大量に使うのでインサーターの上限値を8000に変更します。ところで皆さんはどのアイテムの品質を上げたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2ロケットサイロ用地を大型掘削機で採掘。モジュールとビーコンの製造が進んできたので大型掘削機を増設してさらに生産量を増やします。まず大型掘削機とビーコンをコピーして廃材がたくさん埋蔵されている島の北側に移動します。次に蓄電池を解体して大型掘削機とビーコンを広域電柱のグリッドの間に収まるように設置します。大型掘削機はこのように下の方まで並べます。そして地下搬送ベルトを敷設し広域電柱の真ん中を通るように高速搬送ベルトを設置します。この辺りにも廃材がたくさん埋蔵されているので大型掘削機とビーコンを設置します。先ほどと同様に高速地下搬送ベルトを敷設し高速搬送ベルトを島の南側のリサイクラーまで引きます。すでにリサイクラーの廃材処理が追いついていないのでリサイクラーを増強します。まずリサイクラーの設置場所を確保するために大型掘削機とビーコンを回収します。廃材が高速搬送ベルトからなくなったら高速搬送ベルトを切り取って解体します。次にリサイクラーを一式コピーして左側に貼り付け
処理能力を強化します。最後に先ほど切り取った搬送ベルトを貼り付ければリサイクラー工場の拡張は完了です。廃材を高速搬送ベルトで引き込むとまた廃材のリサイクルが始まります。ところで大型掘削機を設置した島の北側は後でロケットサイロの設置場所として活用予定です。廃材を早く掘り尽くしたいのでビーコンを先ほど作ったアンコモンのビーコンにアップグレードして採掘速度を上げます。まずアップグレードプランナーをクイックスロットバーにセットして右クリックで開きます。次に元のスロットにビーコンを後のスロットにアンコモンのビーコンをセットします。最後にこのアップグレードプランナーを使ってドラッグするとアンコモンのビーコンに置き換わります。下流の大型掘削機は生産過剰で止まっていますがこのように配置することで上流の廃材から順次掘削が進みロケットサイロ用の用地を確保できます。チャプター3輸送量4倍回路で廃材スタック。さてリサイクル区画に戻ってみると下流のリサイクラーが搬送ベルトの輸送量不足で止まっています。そこで搬送ベルトの輸送量を4倍にしてボトルネックを解消します。まずリサイクラーと高速搬送ベルトを赤ケーブルでつなぎます。次にリサイクラーの読み込むにチェックを入れます。そして高速搬送ベルトにいずれか大なり40と入力しこの設定をコピーして左右反転で貼り付け、さらにこれをコピーして貼り付け、さらにこれをコピーして上下反転させて貼り付け、一式をコピーして残りのリサイクラーにもコピペして全体に展開します。そうすると止まっていたリサイクラーが動き始め廃材の処理速度が毎分約7000個から1万1000個にまで上がります。これは今回の回路設定によってリサイクラー内にアイテムが40個以上たまらないと排出されなくなるためです。その結果搬送ベルトに最大4つのアイテムが重なって排出されるようになり乾燥能力が4倍になってボトルネックが解消されました。これはターボ搬送ベルトの2倍の搬送量に相当します。こうしてアイテムが塊になって出てくる様子を見るのは楽しいです。ちなみに搬送ベルトにアイテムをスタックさせるには農業サイエンスパックでスタックインサーターと搬送ベルト容量の研究を完了させておく必要があります。実は私がグレバを最初に攻略するのはこのテクニックを使いたいからでもあります。ベルトの輸送量に余裕が出たのでアップグレードプランナーを使ってエネルギー効率モジュールを生産速度モジュールに差し替えました。これによって廃材の消費速度が毎分1万1000個から1万3000個に増えました。また右下のリサイクラーに要求チェストを設置して貯蔵チェストに眠っていた廃材を処理させました。ここで皆さんに質問です。そろそろグレバが2つ目に攻略したい惑星になってきませんか？それともやっぱり最後に攻略しますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター4ホルニウム板を量産、余った氷を自動消費。大型掘削機とリサイクラーの増強でチェストに入りきらないほどの資源が集まったので最初の目標であるホルニウム板の生産区画を作ります。ホルニウム板の生産拠点を作る前に化学プラントとロボットステーションをモールに追加します。まず水工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをホルニウム溶液に変更して貼り付けます。次に要求チェストと高速インサーターを設置し要求チェストに石1200ホルニウム鉱石1200と設定して右側の化学プラントにもコピーします。最後にパイプと地下パイプでパイプラインを敷設し水を引き込むとホルニウム溶液の生産が始まります。ホルニウム溶液の製造時間は重量と長いので工場をコピーして
全部で8つの化学プラントで製造します。ホルミウム鉱石と石を物流ロボットが運んでくれるので、満杯だった貯蔵チェストにも少し余裕ができます。そしてホルミウム溶液を使ってホルミウム板を作ります。まず化学プラントの間に鋳造炉を設置してホルミウム板にレシピを設定します。ホルミウム鉱石と氷は貴重な資源なので、生産性モジュールで無駄なく生産します。次にインサーターとバッファーチェストをモールからコピーして配置します。ホルミウム板は蓄電池と同様に大量に使うので、生産上限は8000個に設定します。最後にパイプラインを接続すればホルミウム工場が完成です。ホルミウム溶液は製造時間がかかるので、ビーコンを設置して製造速度を上げます。貯蔵チェストが満杯になり、生産が止まっているので、氷を取り出して化学プラントの近くに移動させます。まずホルミウム溶液工場の要求チェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターをそれぞれ氷に変更します。そしてこれをこのように並べて貼り付けると、物流ロボットが貯蔵チェストから氷を運びます。また水の生産が足りなくなると停電してしまうので、ビーコンを設置して水の生産量を増強します。同様に貯蔵チェストを開けるため、固形燃料も吸熱塔の近くに移動させました。チャプター5、高品質な電磁プラントを生産。ホルミウム板を生産できるようになったので、高品質な電磁プラントを作ります。まずビーコン工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを電磁プラントに変更して貼り付けます。次にパイプ工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを鉄筋に変更して貼り付けます。さらに鉄筋工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを鉄筋コンクリートに変更して水工場の隣に2つ貼り付けます。最後にパイプラインを接続すれば鉄筋コンクリートの生産が始まり、電磁プラントが製造できるようになります。ちなみに電磁プラントの品質がレアの場合、生産速度は 3.2 と約 1.5 倍になります。一方で消費電力は変わらないので、電気が不足しがちなフルゴラではとても助かります。また電磁サイエンスパックや超電解コンデンサーの製作時間は10秒と時間がかかるので、レアやアンコモンの電磁プラントがあると、敷地の狭い島でも少ない電磁プラントで早く生産できて便利です。ところで鉄筋コンクリートは製造に時間がかかるので、アップグレードプランナーで組み立て機3にアップグレードして生産速度モジュールを挿入しておきました。また電磁プラントが製造できるようになったので、蓄電池工場を増やしました。ところで皆さんは品質モジュールを使って組み立て機などの施設自体の品質を上げていますか？それとも中身のモジュールの品質を上げていますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、重油はどこ？ロケットサイロを製造。コンクリートと制御基板が余るほど生産されたので、ここで電磁サイエンスパックの輸出に必要なロケットサイロの製造に着手します。まずは足りない材料である電気エンジンユニットの生産工場を作ります。作り方は簡単です。まず建設用地の蓄電池を撤去してロボットステーションを設置します。そしてプルカヌスの工場区画をコピーして持ってくるだけです。ちなみにこの電気エンジンユニット工場の作り方はブルカヌス攻略編で詳しく解説しています。よろしければ概要欄からご覧ください。ところで潤滑油の材料となる重油はどこにあるの？と思いませんか？実はフルゴラの海は重油でできているので、ここに汲み上げポンプを設置すると重油が汲み取れます。重油が供給され、このように潤滑油の生産とともに電気エンジンユニットの生産が始まります。
組み立て機にだと生産に時間がかかるので、アップグレードプランナーで組み立て機3にアップグレードします。またモジュールは余るほど生産されているので、エネルギー効率モジュールを挿入しておきました。これでロケットサイロの材料は全て揃いました。リモートビューを開き、ロボットネットワークの外側で組み立て機をゴースト設置して、レシピをロケットサイロに設定し、ゴーストで材料を投入します。そしてこれをコピーしてロボットネットワークの中に設置すると、建設ロボットが必要な材料を過不足なく持ってきてくれます。電気エンジンユニットが必要な数生産されるまで他の作業をして待ちます。この建設ロボットによるアイテムの生産方法についてはグレバ攻略編で詳しく解説しています。もし早すぎてわからないということでしたら、ぜひ概要欄からご覧ください。チャプター7、ロケット燃料と超電導体を生産。ロケットサイロの生産を待つ間に足りないロケット部品の材料であるロケット燃料を作ります。まず電気エンジンユニット工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターをロケット燃料に変更して貼り付けます。後で外すのは手間なので、モジュールは右クリックで外しておきました。次に吸熱灯の要求チェストをシフトキーを押しながら右クリックでコピーして、シフトキーを押しながら左クリックで貼り付けます。最後にロングアームインサーターを2個設置すればロケット燃料工場が完成です。次は軽油の生産工場を作ります。まずホルニウム溶液工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを重油から軽油に分解に変更して貼り付けます。そしてパイプラインを接続します。ホルニウム溶液工場から水を引き込み、重油の海からポンプで重油を汲み上げて化学プラントに接続すれば、軽油の生産とともにロケット燃料の生産が始まります。フルゴラでは水は貴重な資源なので、生産設備には生産性モジュールを挿入します。1組だと生産速度が遅すぎるので、コピーして全部で4組の工場を設置します。軽油を作れるようになったので、ついでに超電導体も生産してしまいます。まず電磁プラントを設置してレシピを超電導体に変更し、地下パイプを接続して軽油を供給します。次にホルニウム工場のインサーターとチェストをシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを超電導体に変更して貼り付ければ超電導体の生産が始まります。最後にこれをコピーして H キーで左右反転させながら貼り付ければ超電導体工場区画の完成です。ちなみに左右反転させて設置することで電磁プラント同士が接続され、パイプなしでも軽油が供給されます。超電導体の生産には貴重な資源であるホルニウム板を使うので、生産性モジュールを挿入しましょう。また超電導体は惑星アクイロへの輸出など大量に消費するので、ビーコンを設置して生産速度を上げておくのがおすすめです。次回はフルゴラで余りがちなコンクリートや石などを素早く効率よく処分する方法や、電磁サイエンスパックや超電解コンデンサー工場のコンパクトなレイアウト方法を解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。